女性30代。こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいています。私は公立中学校の教師です。ここ数年働いてみて、この仕事に向いてないなと感じることが多くなりました。また過去の動画を見せてもらった中で、岡田先生の子供を私立中学校に入れておくべきだったという発言がとても心に残っています。岡田先生の考える理想の教師とはどんな人ですか？公立と私立の教員で質の違いは感じますか？これ自分の娘の教育に関してのことですよね。僕が自分の子供は私立の中学校に入れるべきだったと言ったので、私立と公立との中学校の間に差があると思っちゃったわけだよね。でその差というのは主に教員の差であるというふうに考えたわけですね。で、私立の中学の方がいいから僕は娘を私立の中学校に入れたかったというふうに、そういうふうに考えたわけだと思うんですけど、これ全部違います。私立と公立の間に先生の違いがあるかないかと言われたら正直分かんないけど、僕違いないと思いますよ。あるのはね、生徒の平均値の差だけなんですよ。平均値の差。つまり小学校の子どもたちの上位 5% から 10% が私立に行っちゃうので、私立の中学校にいる生徒たち、子どもたちは統計的な意味で、レベルが高いんですよ。もちろんこれ統計的な意味だから、個別で見てみたらこの子は私立なのにレベルが低いとか、なんか偏差値が高いのに公立の中学校に行くという子どもはいくらでも見つかるでしょうけど、僕が言ってるのは統計的な話です。つまり全体で見るということね。私立の中学校というのは統計的な意味で小学校の上位、成績が上位もしくは家庭環境が上位の子ばっかりを入れることになるのでですね、確率的に生徒のレベルが高い。生徒のレベルが高いがゆえに無用な校則で縛らなくてもですね、そこは割といい可能性が高いし、愛好心もですね高いと期待できるんですね。でなので多少先生が無能であっても生徒のレベルが高いのでですね、学力的にも期待できると。つまり私立の中学校の方が生徒がいいのは教育システムが優れてるからではなくて、小学校の頃から優秀なやつばっかりを試験によって入れてるから、だから別に成績が高いわけで、別に私立の学校の校風がいいとか学校がいいとか教師の能力が高いから能力が高い生徒の学力が高いわけでは全然関係ないと思うんですね。なので質問されてるですね、その岡田先生の考える理想の教員とはどんな人ですかって言われたら、僕は理想の教員は平均的な人材だと思います。つまり怒りっぽくて時々ネガティブになってで、自分の市場を交えて本来は中立的であらねばならないのにカットしたり特定の生徒をひいきしたりしてでありながら、なおかつそのことに時々自分も反省して落ち込んで、なんかもうちょっとまともな先生になんなきゃなと思いながら同じような間違いを毎年毎年繰り返して、で10年20年経っていくと、あの先生なかなかなんかいい先生だよねと言われるぐらいのごく普通の先生が僕は理想の先生だと思ってるんですよ。でそういう平均的な人材でもちゃんと教師になれるまともな当たり前の教育システムと方を考えるべきであって、あんまりその教師の理想を目指すべきではないし、教師の理想を語るべきではないとは思うんですよ。これはもう本当に政治に関しても会社に関しても全て僕の考え方ですよね。つまり優秀な人材ばっかり入れたがるネットフリックスって会社を僕は信用しないのは何でかっていうと、その方式では会社の運営がうまくいってるように見えるのは当たり前なんだけども、そんなことをするのはネットフリックスの取締役とか社長が無能だからだと思うんですね。本当に有能な経営者がネットフリックスの上層部にいるんだったら、平均的な人材が入っただけで売り上げが上がる仕組みっていうのをちゃんと作れるわけですよ。それが作れてない以上、とにかく優秀な人間をネームバリューなり給料なりで引っ張ってきて、で当たり前のようにそうすると優秀な成果が出るっていうふうなことをやってると、なんかそれはベスト&ブライテストっていうそのデビッド・ハーバースタムがベトナム戦争の中、なんでケネディ政権、理想のキャスティングをしたケネディ政権が崩壊したのかとか、あと日本でもですね、その東芝なりホンダなりソニーなりいろんな会社が70年代80年代になんであんなにうまくいったところが90年代から2000年代にかけて落ちていったのかっていう現象が説明できないですね。理想のスタッフで理想の運営をすると、自分たちをやってることが絶対正しいことに見えて、そこでシステムっていうのはどんどん腐っていくのでですね、
平均的な当たり前の欠点のある人間が先生になって、それでなんとか動く、それでちゃんと平均的な生徒たちがどんどん教育を受けて出てこれるのは当たり前の教育システムの方が僕は大事だと思います。